の破壊神闇のラジオ編。ついに始まったぞバスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジ。この番組のパーソナリティダークシュナイダー役の谷山紀章です。はい、まさかですね、アニメに続いてバスタードのラジオでパーソナリティをやることになるとは、思ってもみませんでした。まあ番組が、始まったらラジオみたいなそういう流れはあるんだろうとは思ってましたけれども、思ってはいましたが、ちょっと感慨深いものがありますね。この番組自体が、番組というか作品自体が連載されたのが僕は中学1年生のね、まだ童貞だったと思うんですけれども、とても多感な時期に、見たこの刺激的な作品ね、晴れて大人になってですね、僕の中のさくらんぼが詰まり果て少年の果てになったこの年齢になったいいおじさんがですね、ダークシュナイダー役の中の人として、まさかこのねラジオまで任せていただける運びになろうとは、この不思議なご縁に感謝しつつラジオを楽しみたいと思っております。収録なんでやばいこと言ったらダムとしておいてっていうね、すでに何個か不適切な、発言があったかもしれません。このご時世コンプライアンスにね、割と触れていきがちなもん、なんか努めて触れたいわけじゃないんですけれども、どうしても自分の中のダークシュナイダーがねこうそう言えと言っているみたいなね、ガイアが俺にもっと輝けとささやいているんでねそういうラジオにどうしてもなっていくかもしれません。はい、まあ、この番組なんです。この闇ラジという風な、今後通称でやっていきたいと思ってるんですが、アニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、恥ずかしいでこれ言うの、俺一応台本通りに言いますよ。全ラジオ界の支配者になるための番組、バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思っています。はい、カッコというようなことでございます。さあ、リスナーのあなたにもメールや SNS を通じて参加していただきたいとこのように思ってますね。ツイッターの方はすべて小文字、ハッシュタグバスタードアンダーバーラジオをつけてつぶやいてください。一緒に伝説を作っていきましょう。そうだね、いいね。もう気概だけはね、やっぱもうやる気だけはあるよっていうところでやらないとどの作品もねうまくいきませんから。さあ、この番組の配信スタイルについて説明しましょうか。第1回今日ですねから第3回までは毎週水曜日に配信ね、週の半ば、一番みんながだれる時かな。水曜日ってみんなあんま好きじゃないですね。飲食店でも割とあれですか、定休日にする飲食店も多いじゃないですか、水曜日ね。だからより聞いていただけると思ってます。で、8月17日第4回からは各週で配信予定。ちょっと触り気味にいきます。出演キャストをゲストにお迎えして作品の魅力をお伝えしていこうと、こういう配信スタイルでいきたいと思ってますね。そして第1回、今回早速、ゲストも来てくださっています。もうすでに目の前にいらっしゃるんですがね、そういう人だったんだみたいな思われてるかもしれないこの後すぐにご登場していただきたい、と思ってます。お楽しみになさってください。まあアニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、もうアニメを見ないでもいい、ダメだよ見てくださいとは言いません。見ろね、聞いてくださいとは言いません。聞けっていうことで、そういうスタイルで僕はね提唱していきたい。それではこの記念すべき第1回を始めていこう。メイス。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぞ。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。さあ、ここからはゲストと一緒にお送りしていきます。記念すべき最初のゲストといえばこの方を置いて他にいないでしょう。ご登場いただきましょう。この方です。ティアノート陽子役楠木智里です。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ティアノート陽子役の楠木智里さんです。いやーね来ちゃいました。来ちゃった。こんな初回から初めてですから、本当ラジオで、そうですね、ラジオでははい、なんか特番みたいなのでね絡んだことはありますけれども、まだなかなかこうなんていうのかなね、ドキドキしてますけれどもまだアフレコがいつももうずっと一緒ってわけでもなかったので、まだ気象さんの心の壁をオープンできていない感じがしています。でもね、割とそれはいろんな人に言われるけどね、やっぱどこかこう人見知りな部分があって、
なんか仲良くなれるまでフランクに話せるまでに時間がかかりましたっていう人が多い。なんかフランクにというか、お話はできるんですけど、なんかすごく気を使ってくださってる感じ。バレてるそうやっぱバレちゃうんだよね、そういうのね。いいなあ。そうじゃなく僕は本当はやりたかったんだけど、今日は仲良くなりに来ました。こちらこそ本当に今日は仲良くなりに来ました。こちらこそですよ、さあそんなわけでね、最近もう今日の、配信日が7月の20日なんで、どうなの、もう夏休みに突入するかしないかぐらいですかね、学生の皆さん。そうですね、もうちょっとぐらいなんで、だってさ、ともりだって年代的にはあれ年齢と公表されてます？してます。だってまだ大学生ぐらいでもおかしくないわけでしょ。多分、私の同級生は卒業した年かな。今年が新卒の代なので。あ、そうか、今年の春卒業したぐらいで。そうですそうです。99年まで。はい。すごいよね、世紀末キッズだよね。そうなんですよ、生まれるまで大変だったって聞きました。やばかったよ。俺はもう本当に特に12月生まれだと思うけど、この年の7月にもう世界終わると思ってましたからね。やっぱ皆さんそうなんですね。そうなんですよ。もうだからよくぞこの世に生を授かってくれたって。爆誕しました。アンゴルノアの大王の落とし子と言わせていただきたいですけれども。強そう。アンゴルノアキッズというね。やった、2つ名がつきました。夏休みだって学生なんていうのは思い出なんでついこの間ぐらいの感じでしょ。いやでも、結構その高校卒業してお仕事始まってたので、もう割とちょっと久しい感じがします。学生はいくつからこの仕事やってんの？高校2、3年生の時なので、もうなんか最後の方高校と仕事一緒にっていう感じだったので。だってそういう人ってどうせあれでしょ、東京出身なんでしょ。東京出身なんだよな。いいな、かっこいい。そういうのって東京出身者でできないんだもん。もうなんか仕事と学校両立してましたみたいな。まあそうですね。でも東京にいてもやっぱこう最後の方授業ちょっと早退しますとかあったので。なんだ港区出身とかが。ではないです。ではない。もうちょっと違う。イケイケではないです。あ、本当。そうだったらちょっとよかったです。今年は本当すでに猛暑なんでね、6月のどっから7月なんていうのはもうずっと地続き的に暑いんでしょうけれども、体調管理にはリスナーの方もね、くれぐれもご注意いただきたいと思います。で、特に夏休み予定ないよっていうぼっち属性の皆さん、リスナーのね、この機にね、ともりでもそうだということで、バスタードを一気見してほしいと思います。さあ、このラジオをお聞きの皆さんならもうご存知だとは思いますが、改めて作品について解説しておきましょう。週刊少年ジャンプでこれは88年ですね、88年から連載され、累計発行部数3000万部を超えた。僕調べでは来年5000万部を超えるだろうと僕が言っております。萩原和志先生によるダークファンタジー漫画の金字塔でございますね。金字塔ということでね。何？いいえ、今の動きを皆さんに見せたかったです。にょっきりっていう、にょっきりしてました。顔が隠れそうになりました。だってともりるが生まれる11年前ってことですね。88年っていうとお父さんお母さん世代。でも父母はもうちょっと上かもしれないです。私姉がいるので、もう父が還暦とかなので。そうなんだね。はい、なので多分ちょうど世代で読んでたってわけではないはずですか、隠してるかです、私に。とりあえず読んでないっていうことは聞いたんですけど、どっちかわかんないですね。お姉様いらっしゃるの？姉が5つ上の姉がいて、姉が見て、姉は結構出てくる単語が知ってるものが多かった、音楽好きなのでって言ってました。なるほどなるほど、そうなんですよね。そんな大人気作品が満を持してシリーズアニメ化ということですね。現在ネットフリックスで第1話から第13話までが絶賛配信中でございます。じゃあさらっと、僕たちが演じるキャラクターについてもご紹介しておきましょう。まずはですね、私谷山紀章が演じるダークシュナイダー、これすごいよね。何文字熟語？超絶美形主人公、無敵の魔人、400年以上も転生し続けることで魔力を高めてきた伝説の魔法使い、大戦後赤子に転生したところを封印されてから15年を経て復活することになる。
尊大で傍若無人で公職だが陽子には頭が上がらない。すごいですね、こうやって箇条書きにするとなかなか情報量が多いですね。とはいえ、人間は人間なんで確かね、そうそう人間だということなんですけど、ちょっとものすごい僕は原作者萩原和先生の、欲望の権下だと思ってますからね、願望とかこうなんだっていうね、なんか読んでて気持ちいいですもんねここまでこうパーンってやってくれるのが竹を割ったように気持ちいい、まさに破竹の主人公だと僕はそういうふうに思うんですが、さあ片や、そのもう一人の主人公というかね、ティアノというかちょっとともりりの方から紹介してみてください。はい、陽子さんはですね、メタリカーナ王国大神官ジオの娘。とこの子なんですよ。そうなんですよ。で、共に育ったルーシェをとにかく溺愛しております。で、陽子さん自身は王国の危機を救うために、自身の接吻と解放の呪文を用いて、ダークシュナイダーの封印を解いちゃうところで。ここがきっかけになってくるんですけど、その本人性格はすごく正義感とあと愛がすごく深い女性で、品性下劣なダークシュナイダーをよく叱っているお下劣野郎って言うてますからね。そうですね、品性本当になんか品がないですよね。品がないダーシュは本当に陽子さんは結構こう普段は品はあるんですけど、怒る時は結構もうパーンってズゴンといく女性ですよね。ある種だからこういった分かりやすいというのかな、キャラクター像ってもこの時の80年代終わりから90年ぐらいの空気感だと思うんだけど、ともりるの世代からして初めてこの陽子、そういうキャラクター見た時の印象ってどうでした？つかめなかったです。それこそ私テープで送ったオーディションの時の最初の音声、もっと少年っぽかったんですよ。なんか怒るシーンとかがやっぱ多かったのと、僕っ子だし、僕っ子でだぞって言ってるし、なんか髪型もこうボリューミーなんだけど、そんな長い感じではなかった。あれも本当ね、世代出てるな。前髪がこうファッてファッてしてる。聖子ちゃんカットの名残なんですよ。多分ね、あの辺はね。おそらく80年代後半だから。そっか。で結構少年っぽくやっていたので、アフレコで1話をやった時に、もっとなんかヒロイン前としたお姉さんでやってくださいって言われた時に、どうしようって送ったものと違うってなって、結構だから変わりました。演じてる間に印象は変わったんですね。だからその1話の時は、OVA もちろん見てはいたんですけど、なんかあんま引っ張られすぎんのも良くないのかなって思って、参考程度に見ておこうって思ってたんですけど、で1話でそのディレクションがあったので、2話に行く前にめちゃくちゃ研究しました。 OVA をこっちなんだやっぱりと思って、バーッともうめちゃめちゃ細かくセリフ聞いて、なるべくこうでもそれのモノマネにはならないように、こう今の絵柄に合いつつ、ただセリフ回しは当時のままなので、なんかそこのこうバランスを取るというか、すごい緻密にやるタイプなんだね。でも私結構そうかもしれない。研究肌？そうですね、私養成所に通ってないので、演技も現場で先輩のを聞いて、どうしてるんだろう、こうしてるんだって引き出しを増やしていかないとダメだなって思ってきたタイプなので、結構なんかこの今までの引き出しを組み合わせていく感じかもしれないです、演技的には。このちょっと気象の部屋みたいになっちゃうけどゲストを引き出すみたいなそもそもなんで声優だったの？なんか友達で声優志望の子がいたっていうのも大きかったんですけど、花澤香菜さんの演技とか声にすっごい引き込まれて、声優って職業に興味持ってなりたいみたいなのもボンボンボンってこうなんか突き進んでっちゃった感じで、養成所という選択肢じゃなく親に通わせてもらえなくって、勉強しなさいって。なんで最初のデビューのあれができそれやばい、闇の部分、それそこは触れるなの部分、事務所的にも止めてください。そんなことない。普通に今の所属してる事務所のオーディションを受けて、なるほどね。で所属預かり所属になってからオーディションを受けてたら、結構最初の方で主役をやらせていただいたので、そこからっていう感じですね。選ばれたね。いやでも最初はもう演技未経験っていうところでめちゃくちゃ自信なかったです。今もないはないですけど。なんで何部だったの？学生時代。軽音部です。軽音部と吹奏楽部で。そうだ、だって
作詞作曲自分でやんだもんな。すごいよね。すごい好きなので、うん、だから本当に演技は学芸発表会でしただけ。小学生の時。何そのエピソード。作ってる？作ってない。ガチのやつね。ガチのやつです。本当に。すげえよくできてんね。だったので、もうなんかとにかくこうファンの方に納得していただくためには研究せねばっていう。ああ、耳が痛い。俺は俺だのタイプの俺は耳が痛い。もう男子はそれがめちゃくちゃいい。もっといろんな声聞いて寄せた方がいいのかなとか。でもなんか寄せるのもそれが正しいのかと言われるとまたそれも違うような気もしてて。いや救われるわ。自分のオリジナリティとその皆さんのイメージとこういかにうわってするかうわってするかっていうところ。そんなわけでね、役作りも大雑把なダークシュナイダーと緻密な陽子さんでね、以外にも個性豊かなキャラクターがたくさん登場します。必ずお気に入りのキャラクターが見つかるはずなので、気になる彼らの活躍をぜひアニメでご覧ください。来週は第1話から第13話までを振り返ります。まだアニメを見てないという人は来週までにチェックしておいてください。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。はい、普通歌ご紹介しましょう。来ております、ラジオネームバスター谷さん、バスタード暗黒の破壊神全13話配信から2日かからず一気見しました。とてつもないクオリティで圧倒されました。次シーズンも楽しみです。ところでラジオには番組特有のホニャララネームってありますよね。初回なので決めたら楽しいと思います。なるほど、バスタード闇のラジオ、闇ラジ、難しいですね。闇ネーム、闇ネーム、暗黒ネーム、破壊ネーム、破壊神ネーム。何ちょっとトモリルがいいアイデアがあるって。いや、そんなことはなんか言いたいことがあるって。ないですよ。いや、なんかダークネームだったらダークシュナイダーっぽいなと思って。ああ、ダークネーム。いや、そうじゃなくてなんかあるんだって。ラジオネーム。なんだって。ラジオネーム。ちょっと待ってください。それはジオノート用ジオかかってんの。トモリアイデアマンやな。すごいなお前。イエーイ。ラジオネームね、ラジオだけに。そうなんですよ。ラジオネーム。ダークネームでいきましょうね。あれ？ごめん、トモリ。あれ？こういうとこあんのでもどうする本当にね。なんか皆さんから募集するのもそうだよね。いい気がしますね。あとなんかその都度その都度自分なりにラジオネームの部分に思うね、もうラジオネームでもいいし、それこそダークネームでもいいし、2つなとかね。あとゲストさん来る回によって変わるのも面白そうですね。そんなんでね、自分だけのそのラジオネーム的な2つな的なものを添えて送っていただければいいんじゃないかなと。ラジオネームもね、プププ僕はすごくいいと思いますよ。プププ。笑われてるな。滑らしちゃったみたいな感じにしちゃってごめんなさい。台本に書いてあるもん。そうなんだよ。ごめん。さあ続きまして、かなとさん、バスタードアニメ放送おめでとうございます。アニメ化の情報を知った時、まさかバスタードが今アニメ化するなんてと興奮したのを覚えています。バスタードとの出会いは小学生の時でした。私自身は世代ではありませんが、漫画好きな父の本棚にあったのを何気なく手に取ったのがきっかけです。いざ読んでみてその内容にひっくり返りました。笑い。そもそも少女漫画しか読んだことのないような当時の私にはいろんな意味で刺激が強く、でも美麗な絵と引き込まれるダークファンタジーな世界観にあっという間に取りつかれ、両親に隠れドキドキしながら読んでいたのを思い出します。天上天下ユイが独尊なダークシュナイダーを当時子供ながらにかっこいいと思っていましたし、今でも大好きなキャラクターです。父にとっても思い出の作品であるバスタードがこの時代に素晴らしいクオリティでアニメ化すること、私が10年以上大ファンであるそう谷山紀章さんがダークシュナイダーを演じるということで二重の喜びで大興奮です。これはまたすごい、思いが募って長えよ。ありがとうかなとさん。お父さんの本棚から出てきちゃうのロマンですね。ロマンね、もうほとんどエロ本扱いですけどね、これは。父の本棚からこっそり出てくる。ちょっとびっくりしちゃいますよね。お父さんみたいな。なるほど。小学生世代じゃないけどってことは、そっか、当時のリアルタイムじゃないけど、小学生の時に出会ってしまったということですね。ひょっとしたらお父さんと僕は同世代くらいかもしれませんけど、そうでしょうね。小学校の時にこれ読んだら、しかも女性でしょ、この感じだとね。そうですね。
わあでもドキドキしながら読んじゃうってとこね、可愛い。ともりるはどういうふうな気分で読んだ読んだの、あとスライムのとことかさ絵が綺麗だなおいおい、そうやっておじさんをかわしていく術を身につけるんだよ。はい、以上さ、今後も普通歌ね、全然、待ってますんで、どしどしお寄せください。はい、以上普通歌でした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。ラジオで大事なもの、それはコーナー。バスタードにちなんだコーナーをたくさん用意しました。今週と来週の2回に分けてコーナー紹介していきたいと思います。最初にご紹介するコーナーはこちら、陽子さんに怒られたい。さあ、楠木ともりさん演じる、陽子さんに怒ってもらいたい人大募集。思わずやってしまった、懺悔からちょっとした、失敗まで、エピソードを送ってもらうコーナーでございます。人は失敗を繰り返し続ける生き物ですから、もう日常そこら辺に転がってますよね。やっちゃったなっていう、例えば何でしょう、リモート授業の時、友達に送ろうと思ったメッセージをチャットで参加者全員に送ってしまいました。しかも先生をあだ名呼びしていたことがバレてしまい、その日の授業は全く頭に入ってきませんでした。そっか、今リモート授業なんですもんね。すごいね。時代がいろいろ混乱してますけど混乱してますけど例えばこういう、なんでしょう、メールが、懺悔メールというか、届いた時に、陽子さんにこんな風に怒っていただくという、ちょっとじゃあ陽子さん一つ、お願いできますでしょうか。はい。こら、君は授業中に何をやってるんだ。僕は授業に集中できない子に育てた覚えはないぞ。明日からはちゃんと授業を受けるんだぞ。いいですねもう叱られたい。すごいですね。怒られたいって。怒られたい。でも何かあるんじゃないですか。なんかね、こう僕はあんまそういう癖はないですが、ないんですね。なんかこう美女とか美少女とかになんかこう叱咤されたいみたいな。なんか目ならわかりますけど、陽子さんレベルのドンってやつも嬉しいんですかね。はーってなる人もいいんじゃない？はわわーって、陽子さんっていうね、もっとくらはーいみたいな。僕はないですよ。僕はないですけど。リアリティを感じた。いや、なんで僕 S にも M にもなれるっていうね、このオールマイティーなね。相手によって変えることはできますからね。私はどっちなんだろう。どっちだと思えるはね、わかんないけど。どっちで。でもなんか M っぽくはないね。意志の強さを感じるから。本当ですか。何かこうダメを見ると叱っちゃうって、どっちかというと陽子さん気質もどっかありそうな気はする。学生の時そうだったかもしれない。やっぱりね。ともりるのね、男の子のファンは結構じゃあ M 系のある子がいるかもしれない。ともりるが怒ってる。叱らないぞ。こんな風に陽子さんに怒ってもらい人から、陽子さんにですよ。人からの懺悔をお待ちしております。じゃあ続いてのコーナー2つ目はですね、こちらでございます。その名も二つ縄。はい、ダークシュナイダーといえば超絶美形主人公であるとか、無敵の魔人だとかね、二つ名があるわけでございます。そんなダークシュナイダーと同じようにバスタードのキャラクターにかっこいい二つ名をつけてもらおうっていうコーナー。例えばネイは雷帝とかね、カルスは氷の思考、ハイキングですかね。ハイキングなんて言われてたみたいでございます。僕なんて8月生まれのエロスの子供なんて言われてますけど受けたあと声優界の異端児なんていうのもね、かっこいい。そう言われたことがあるんですけど、ともりるは声優業界のなんていうキャッチコピーみたいのあんの？聞いたことないですけど。風の魔法使い。いやでもなんかそのデビュー当時は、学生だったし、結構主役がポンってあったので、教えてみろよ。シンデレラって言われてましたけど、もうないですよ。もう言われてないです。あと学生の時は生徒会長やってたので。ちょっとなんだよ、すげえいっぱいあんじゃん。普通に会長って言われてました。会長って。かわいい。こんな可愛い会長いたら楽しいだろうな学校。
そうでもないと思いますけどね。いや驚愕驚愕。ごめん勝手におじさんテンション上がっちゃった楽しいな。そうはいとかはありましたかね。でもさっきのなんだっけ、学校の先生、結構なかった？学校の先生にこうあだ名つけるとか。学校の先生は確かにあだ名なんかいっぱいついてる人いた気がする。どういうあだ名の先生がいた？なんかあだ名っていうか、なんか口癖がやっぱこうあだ名っぽくなるっていうか、なんかオゲっていう先生がいて、オッケーのことオッケーのことをなんかこうみんなもう準備できたみたいなことをなんかオゲって言って、やばいどの世代もそうだ、うちもそうだったなとかはありましたね。確かにね。一人なんだっけ、授業がすごい絶対眠くなる、100発100中眠くなるっていうのラリホー中野っていう先生がでもその先生が、中学校の時の国語の先生だったの。すごいもう60歳ぐらいの当時おばあちゃんぐらいの女の先生で、でね、その26年前に同じ中学校にうちのお父っつぁんが、父がやっぱ同じ中学校でこう時のそのうちの父ちゃんが中学生だった時に同じ中野先生に習ってたらしいんだけど、その当時は26年前だからとても美人だったらしいんですよ。だから俺が中学入った時に「お気象となわしが入っとった中野先生でまだおるじゃろ、すげえ美人じゃったんじゃけえの」みたいな「よう世話してもらえや」って言ってた、そんな父からの思春期の思い出を聞いてたのに、みんなからラリホー中野でいじられてるっていうこの悲しさ、言えなかったよね父には。言えないですねこれは。眠くなる先生ねとは言えなかったの。美人だったんだなって思いを馳せるしかできなかった。お父様にとってはもう美人な先生だったわけですもんね。悲しかったなっていうのあったんですが、いろいろあったなと。リスナーちょっと話戻しますけども、リスナーさんにはですね、バスタードのキャラクターや出演キャスト中の人に2つ名をつけてもらおうということです。でいくつか例を挙げると、例えばダークシュナイダーだと、欲望超特急銀髪マッチョ肉弾戦上等魔法使いなるほど。で陽子さんだと、純潔の女神、ルーシェ最愛の美少女、負けん気の強い僕っ子ヒロイン。いいですね。とてもいいですね。いいですね。そうこういう感じで、やりちんじじいとかねダークシュナイダー400歳ですからありましたよね、そういうシーンもね。そうですね。陽子さんが数字だけ言ってびっくりしてるシーン400が50じゃ足んねえぞみたいなことで、陽子さんでも僕っ子っていうのはね、本当多分陽子さん一番最初ですからね。元祖僕っ子とかネイとかからなんかもそれこそ2つ名つけやすそうな。確かに分かりやすいもんね。褐色のエロライジン、私ガラはみんなのお母さんがいい。そうなんだ。みんなのお母さんがいい。俺忍ばず忍者と思って確かに忍んでねえじゃない。ザッパーンザッパーンダーン忍ばずマッチョとかもう誰のことかいろいろあると思うので、こんな風に、リスナーの皆様が考えた2つのを送っていただきたいと思います。でもう一つの、企画がこちらということで紹介しましょう。助けてダークシュナイダー。リスナーが思わずダークシュナイダーに助けを求めたくなった出来事や相談事を送ってもらい、知った激励してあげようというコーナー。さっきの陽子さんのコーナーとちょっとかぶんなくないですけども、そうですね最後にはダムドで吹き飛ばしちゃいます。頼りがいが、すごいなんか世の中の無情であるとか、なんかやりきれねえなっていうのをね、ダークシュナイダーというこの竹を割ったような、キャラクターに、焼き尽くしていただこうと、もらおうというようなこと、メールちょっと紹介しましょう。ルリルリさん、レストランのテラス席でご飯を食べていたらカナブンが飛来してきて私の胸にぶつかりそのまま止まってしまいました。カナブンが大の苦手な私は周りの目も気にせず絶叫しながら追い払ったのですが、雰囲気のいいレストランのテラス先で悪目立ちしたことが今更じわじわ恥ずかしくてたまらない気持ちになります。記憶が飛ぶくらいの知った激励をください。やだね、テラス席の悪いとこ出ちゃったね。出ちゃいましたね。でもあるあるですよね。虫が来ちゃうとか鳥が来ちゃうとか。特に今の時期はもう暑いですから、虫たちがもうざわめき色めき立ってますからね。外で人間がね服着てなんか飯食って思んならこんな止まりやすい布なんてないですから、そりゃ来ますよ、かわいそうにルリルリ、ということで、じゃあダークシュナイダー
になって、吹き飛ばしましょう。はい。おいキャラバン、ルリルリの胸に飛び込むなんて許せねえ。そんなことしていいのはこの俺だけだ。その記憶上書きしてやるぜ。つやむぞ。正面から受け止めてしまいました。すいません、音圧を。はい、このように、ダークシュナイダーにダムドしてほしいエピソードを送ってきてください。以上コーナー紹介でした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。ここでお知らせです。はい、まずは配信情報です。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第13話が好評配信中です。第14話から第24話は9月15日より全世界配信予定ですので、ぜひご覧ください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックは1巻から27巻まで好評発売中。ジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックでも話単位、コミックス単位で配信中です。続いてフィギュア情報です。メディコスエンターテインメントよりダークシュナイダー、ネイ、ヨーコほかフィギュアの発売が決定ということで、詳細はメディコスエンターテインメントの公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。今私たちの手元には監修中の、そうですね、ものがありますけれども、色が入る前のプロトタイプといえばいいんでしょうか。造形はもうほぼ完璧に出来上がっているものが、やっぱダークシュナイダーは派手ですね。なんかもうバーンっていう感じの、すごいなんか今にも動き出しそうなというと月並みな表現ですが、髪の毛とかもすごいですね。これは相当原価かかってますね。であとは今手元にはシーンハリとアーシェス。シーンハリ見てください、このおちり。僕本当なんて言うでしょうのフェチズムがあるとしたら割と僕ケツの方なんでケツ、足、あと足の指なんですけど。足の指はおっしゃってましたね。あ、言ってたっけ俺。はい。あら、バレてる。ポスターの陽子さんの足の指まで書いてあるのがいいって言ってた。話されてました。うわ、そうなんです。だからこのフィギュアも足の指とてもそういいし、やっぱ尻だよね。シーン尻だねこれはね。シーン尻。あとアーシェス尻だねこれ。バカだね。で僕はバカだね。尻がねいいですよ。でやっぱ体型の違いがもちろんだけど、しっかりシーンとやっぱアーシェスだと全然グラマラス感が違う。何や僕シーンハリぐらいのこの体型の子って好き。いやわかります。このキュッと引き締まっている感じ。本当にこれハラスメントのつもりないんだけど、もしその表現に当てはまったらごめんなさいね。ダメだ。本当申し訳ない。本当にタイはないです。はい。さあ、主題歌情報です。オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイム。エンディングテーマを歌うチエルのブレスレスはデジタルシングルとして好評配信中です。はい、そしてアニメ公式ツイッターではあなたが選ぶベスト栄賞キャンペーンを開催中。アニメに登場する呪文の中からあなたのベスト栄賞を選んでツイートしてください。1位になった呪文を投稿した方の中から抽選で3名にサイン入りプレゼントをお送りします。詳しくはアニメ公式サイトからキャンペーンサイトにアクセスしてご確認ください。以上お知らせでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。Feeding of the enemies, aiding me to sleep. Are you dreaming of love? バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。番組ではリスナーのあなたからのお便りを大募集。各コーナーはもちろんアニメの感想、キャストへの質問などたくさんのお便りをお待ちしています。アニメ公式サイトのラジオページにあるお便りフォームからぜひ送ってくださいね。さあエンディングです。楠木さん、はい、どうだったのよ。楽しかったです。すごくなんかこんなにアフレコ現場でも秘書さんとめちゃくちゃこんなドカンと笑ってお話しすることもそんなになかったので、ゆっくりお話できて嬉しかったです。そんな楠木さんにはですね、なんと次回もやったー。いやまさか俺もう1回だけだと思ってたから、本当次回もご出演いただけるなんてね、本当よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではじゃあ、また来週ですかね、お会いしましょう。お相手は
ダークシュナイダー役谷山紀章とピアノ音陽子役楠木智ですた。バイバイ。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りしたぞ。